今回ご紹介するのは、最近話題になっているエピニキオンさん作、超リアル系モデル、エピシーリアリズム、ピュアエボリューションです。エピニキオンさんといえば、ローラ、エピノイセオフセットの制作者です。今では知っている人も多いと思いますし、このチャンネルでは、たびたび取り上げている技法、フラットプラスアルファには必須のローラです。そして、モデルの方も、つい先日バージョン4がリリースされ、より強力になりました。まずは、このイラストを見てください。ローラも画質向上用のプロンプトも全くつけていませんが、とても高いクオリティで美しいイラストです。また、西洋系のモデルですが、設定によりアジア系のイラストを生成する方法もあります。それについては動画の後半で説明するので、ぜひ最後まで見てください。そして、このモデルの一番のポイントは、画質向上プロンプトが全く必要ないことです。制作者自身も画質向上用プロンプトの設定の必要性を否定しています。試しに、このイラストをベースとし、シード値を固定して、画質向上プロンプトをつけたイラストと比較してみましょう。いかがでしょうか？多少ディテールは変化しますが、画質に変化はほとんど見られません。これはすでに、モデル自体のクオリティが最高の状態で維持されていることを意味します。すごすぎます。それと、AI イラスト生成においては、手が綺麗に出現できるかが問題になりますが、失敗がとても少ない印象です。そのため、このモデルを使用するときは、ポーズや服装、背景のプロンプト設定だけで済みます。そして、ネガティブプロンプトも同様に、最低限で済みます。また、この制作者は、ネガティブプロンプト用のエンベディング図も用意していて、それを使うことで、より安定したイラストを生成できます。リアル系モデルには、ネガティブプロンプト用のエンベディング図の使用は、あまりお勧めできませんが、こちらは専用と言ってもいいので、逆に使用をお勧めします。他にも例外のモデルがありますが、そちらは、このシリーズの別の動画で取り上げる予定です。次に、使用する際の注意点ですが、CFG スケールは5という低い数字が推奨されています。リアルな質感を出すのが理由なようですが、CFG スケールが小さくて済むのは、負荷軽減の面でメリットになります。また、1ガールをプロンプトで使用するのを避けることを推奨しています。これは他のリアル系モデルでも言えますが、アニメ、二次元風のテイストが強く出る場合があるためです。加えて、顔の設定を多くつけすぎるのは逆効果になるようです。そして、もう一つ注目したいのは、特別にローラを加えることなく、背景やオブジェクト、例えば、車などのイラストが、とても精度の高い状態で生成可能なことです。こちらを見てください。いくつか車のイラストを生成してみましたが、実物との差はあまり感じません。また、背景をよく見ると、文字の意味は成立していませんが、アルファベットが綺麗に出ています。この点だけでもかなり優秀なモデルなのがよくわかります。さてここで気になっている人もいると思いますが、ローラ、エピノイセオフセットを加えた場合はどうなるかです。せっかくなので、フラットプラスアルファの技法で加えてみます。フラットプラスアルファの技法をまだ知らない方は、こちらの動画を参考にしてください。いかがでしょうか？ベースのイラストと比べると、大きく変化しているのがわかると思います。ディテールが追加され、陰影も綺麗に出ています。ついでにアップスケールするとこうなります。作者はお好みでと言っていますが、個人的にはこのローラの使用を強くお勧めします。それと、
超リアルなイラスト生成の方法も当てはめてみましたが、質感にあまり変化が見られなく、多少鮮明さが減少したように見えます。そのため、加えるならば、フラットプラスアルファの技法でやめておくのが良さそうです。次に、冒頭でお伝えしたアジア系のイラストを生成する方法です。まず先に、結果のイラストはこちらになります。左のイラストと比べると、しっかりアジア系で、しかも美しいイラストになっていると思います。作者は、アジア系以外を強く出したい場合は、ネガティブプロンプトにアジアン、チャイニーズを加えることを勧めています。そこで、それができるならば、逆も可能だと考え、コーカシアンをネガティブプロンプトに入れてみました。結果は予想通りで、加えて、プロンプトにもジャパニーズやアジアンといったワードを加えていくことで、よりアジア系のイラストが生成可能なことが分かりました。また、以前紹介したアジア系のローラを加えることで調整することも可能です。それらのプロンプトやローラの設定例、今回使用したイラストの比較については、説明欄に記載のリンク先に掲載しているので、ぜひ参考にしてください。いかがでしたでしょうか？最近はクオリティの高いモデルがどんどん制作されています。このシリーズでは、それらのモデルの特性を研究し、成果を公開することによって、多くの人が好みに合った高いクオリティのイラストを生成可能にすることを目指しています。興味のある方はぜひ、チャンネル登録をお願いします。では、また来てくださいね。